こんにちは、あみあみパフです。今回は黄色と紫の補色とギザギザの可愛い巾着を編んでみました。初心者さんでも簡単に編むことができるので、よかったら一緒に編んでみてください。他にもいろんな組み合わせで編むことができるので、自分の好きなカラーを使ってオリジナルの巾着を一緒に編んでみましょう。まずは黄色の糸で編み始めます。左手に糸をセットして鎖編み31目でスタートします。針を下から押し当て、ぐるりと半時計回りをし、糸をかけ引き出して縛って最初の作り目の完成です。ここから31目鎖編みを編みます。1、2、3。最初の鎖編みは6の倍数プラス1目であれば大丈夫です。4、5、6、7。鎖編みは31目編むことができました。31目の鎖編みを持って、まずは3目で立ち上がります。1、2、3。次に鎖1目。次は今押さえている目に長編みを編みます。こちらの裏山を拾って、長編みです。2ループ引き抜く、2ループ引き抜く。これで模様が1目編むことができました。最初の立ち上がり3目目の鎖編みにマーカーをつけておきます。次は1、2、3目目の鎖に長編みを編みます。裏山に針を通し長編みです。2ループ引き抜く、2ループ引き抜く。そして鎖を1目。もう一度同じ穴に長編みを編みます。2ループ引き抜く、2ループ引き抜く。これで模様が2つ完成しました。また、1、2、3個目の裏山に長編みを編み入れます。長編みを編んだら鎖を1目。そしてまた同じ目に長編みを編み入れます。このように鎖3目目に長編み、鎖を1目、そしてまた長編み。これを繰り返して端まで編み進めていきます。端の方まで編み進めてきました。最後の端にも今までと同じように長編みを1目、長編みを1目、鎖を1目、長編みを1目を編み入れていきます。これで端まで模様編みが完成しました。次は編み地をひっくり返してまた同じ場所に長編み1目、鎖を1目、そしてまた長編みを1目編み入れます。そしてまた1、2、3、3個目のこの V 字が入っている鎖編み、ここに針を入れて長編みを1目、鎖を1目、長編みを1目編み入れていきます。同じように繰り返して端まで編み進めていきます。長編みを1目、鎖を1目、同じ目に長編みを1目、そしてまた隣の目に長編みを1目、鎖を1目、長編みを1目編み入れます。端まで編み進めていきます。端の方まで編み進めてきました。最後は最初に編み入れた鎖編みに長編みを1目、鎖を1目、また長編みを1目編み入れます。これでぐるっと一周模様編みを編むことができました。次はマーカーをつけていた目に引き抜き編みをします。マーカーを外して
マーカーのついていた目に引き抜き編みです。これで1段目が完成しました。次はこの鎖編みから編み始めたいので、引き抜き編みでまずは移動をします。そして次は紫の糸を使用します。手に糸をセットし、紫の糸で引き抜いて、黄色の糸を後ろから引っ張って引き締めます。まずは鎖を1目編み、この空間内に細編みをまずは1目編みます。そしてまた細編みの左足を拾って細編みを編みます。これで長編みの立ち上がりができました。立ち上がりの頭にマーカーをつけておきます。鎖を1目編み、同じ空間内に長編みを編み入れます。これで紫の糸で模様が1つ編めました。次からも同じように長編みと長編みの間にある鎖編みの下の空間に針を入れて長編みを編み入れます。長編み、鎖を1目、そして同じ空間内に長編み、同じように鎖の下の空間内に針を入れて長編み、鎖を1目、そして長編みと編み進めていきます。長編みと長編みの間にある鎖編みの空間の下に長編み、鎖編み、そして同じ空間内に長編みを編み入れます。端まで編み進めていきます。端まで編み進めました。一番端の模様編みにも同じように長編みを1目、鎖を1目、長編みを1目編みます。そして次は分かりにくいのですが、端も次からも同じように鎖編みの空間内に針を入れて長編み、鎖編み、長編みを編み入れて編んでいきます。ぐるっと一周編み進めます。ぐるっと一周編み進めました。最後は最初につけていたマーカーの頭に引き抜き編みをして2段目を完成させます。これで2段目が完成しました。また次からも長編みと長編みの間、こちらの鎖編みから黄色い糸で編み始めたいので、引き抜き編みをしてまずは移動させます。そして黄色い糸を取り出して引き抜いて、紫の糸で後ろからきつく引っ張り引き締めます。そして先ほどと同じように鎖1目で立ち上がり、空間内に細編み、また足を拾って細編みをしてマーカーをつけておきます。裏はこのようになっていて黄色い糸が渡っている感じです。こちらは裏側になるので目立ちませんが、気になる方は糸を毎回切りながら進めていってください。立ち上がりを編んだら鎖を1目、同じ空間内に長編みを編みます。あとは同じことの繰り返しです。隣の空間内に長編み、細編み、長編みを編みます。また隣の空間内に長編みを1目、細編み1目、長編みを1目編みます。これを繰り返して好きな長さになるまで編み進めていきます。全部で15段編んできました。今回私は最後は黄色の段で終わるようにしています。つけていたマーカーを外して引き抜き編みをします。最後は鎖を1目編んでギュッと絞ってカットをします。紫の糸もこのままカットしてしまいます。すべての糸端の糸処理をします。
ちなみに糸を渡らせている部分はこのようになっています。裏側なのであまり目立たないと思います。糸処理をする際は同じ色同士の場所で処理をすると綺麗に仕上がります。この調子で全ての糸を糸処理していきます。全ての糸処理が完了したので表に返しておきます。次は紫の糸で巾着の紐の部分を作ります。左手に糸をセットします。針を下から押し合って半時計回りに回して作り目です。紐の長さは半分に折った時にプラス5センチくらい出るまで鎖編みを編んでいきます。このまま編み進めていきます。半分に折った時にだいたいこれぐらいの長さになるまで編んできました。鎖を編み終えたら、最後は鎖を編んでギュッと引き締めてカットします。同じものをもう1本作ります。鎖編みの数は特に気にせず、同じ長さになるように作っていきます。同じものが2つ完成しました。次はとじ針を使って紐を巾着部分に通していきます。巾着部分に通すときは金属のとじ針ではなくプラスチックのとじ針を使うと糸を割りにくいので通しやすいと思います。とじ針に鎖を通して端から通していきます。長編みでの立ち上がりの右隣の空間から針を刺して紐を通していきます。片方の糸が通すことができたら、もう片方の糸も通していきます。両方の糸を通すことができたら、ちゃんと絞れるかどうかを確認します。私はこのように糸が交互に出てくるように紐を通しました。紐を通し終わったら2つの糸をまとめて肩結びして余った糸はカットします。もう片方も同じように肩結びをして糸をカットしていきます。こちらのサイズは横が約17センチ、縦が約14センチです。いかがでしたでしょうか？黄色と紫の補色とこのギザギザが可愛いポーチを完成することができました。編み方は簡単なので初心者さんでも挑戦しやすいと思います。よかったら皆さんも編んでみてください。他にもピンクと緑の補色の組み合わせでも巾着を編んでみました。お好きなカラーで編んでみてください。ここまでご覧くださいまして誠にありがとうございます。高評価とチャンネル登録もよかったらぜひよろしくお願いいたします。メルカリでの販売もしていますのでよかったら覗いてみてください。以上、あみあみパフでした。ここまでご覧いただきましてありがとうございます。